のささやきの朗読やあれは今思い返しても山に踏み入る前から決まっていたみたいな嫌な予感があった。友人と二人で地元で有名な渓谷の散策コースを歩いた日のことだ。観光地ってほど整備されていなくて、山道というよりただ獣が通った後を人がなぞっただけみたいな細い道。夕方になると霧が降りてくる場所で、地元の人が日が傾いたら絶対に奥まで入るなと念押ししてきたのを覚えている。理由を聞くと言いづらそうに口を濁して、影だけのやつが通る、そんな言葉をぼそっと残したんだ。俺も友人も笑って流した。そんなのただの昔話だと思ったんだ。でも思い返せばあの時点で山の空気は変に湿っていて、周囲の音が妙に吸い込まれるみたいに弱かったんだ。鳥の鳴き声も川の音もいつもなら聞こえるはずの自然の音がどこか遠かった。耳の奥に残ったのは自分たちの靴が土を踏む音だけだった。進むほどに霧は濃くなり、木々の輪郭がゆっくり消えていく。その時、ふと前を歩く友人が立ち止まったんだ。足元の土がわずかにへこんでいた。踏み跡のように見えたが大きすぎた。人間の2倍はある。しかも指の形が異様に長い。俺は冗談で、熊かなんかだろと笑おうとしたが、声が喉の奥で引っかかった。その後には影がなかったんだ。太陽はまだ沈んでいないし、木々の影、俺たちの影、荷物の影、全部あるのに。その巨大な踏み跡だけ影が落ちていなかった。その瞬間、霧の奥で何かの影だけが横切った。地面に形が走ったのに実体がなかったんだ。あの時の胸のざわつきは今も体に残っている。霧が濃くなったせいで自分たちの影までぼやけていく中、影だけの何かが動いた。あの瞬間から山の空気がひっくり返ったように静まり返った。友人が小さく息を飲んだ。俺も喉の奥が渇いて飲み込み方すら忘れていた。あれが気のせいに思えないほどはっきりと地面を滑るように形が動いたからだ。俺たちはしばらく動けずにいると、不意に背後の木々がざわついた。誰かが木の皮をなぞったような低く湿った音。風ではなかった。霧が逆方向へ押し戻されるように揺れていた。嫌な予感がしてゆっくり振り返る。そこには何もなかったはずだった。目を凝らすと霧の奥に影だけが立っていた。輪郭は人の形をしているようで明らかに違う。肩が異様に盛り上がり、首がほとんどなく、頭の部分が横に広かった。それは角のように見えた。だがどれだけ霧が揺れても影だけがぶれない。実体がないのにそこに固定されているみたいに。友人がかすれた声で、あれ、見えると問うてきた。俺はうなずいた。
その直後、影がゆっくりと形を傾けた。まるでこっちを覗き込むように角度を変え、動いた影の輪郭に合わせて足元の土がかすかに沈んだ。重さだけがある。実体はないのに地面が応える。そんな不気味な現象を理解した瞬間、背筋が冷えた。影は一歩こちらへ向かってきた。その動きに合わせて木々があっされる音が生まれた。音だけは大きな何かが通っている高さ。目に映るのは影だけなのに空間だけが歪んでいた。友人が消え入りそうな声でこう言った。戻ろうぜ。俺もうなずいた。ただ歩き出すと影の足音だけが少し遅れて追うように響き始めた。一定の距離を保ちながら絶対に離れない重たい歩幅。その時、山のどこまでが安全でどこからがそいつの領域なのか全くわからなかった。山道を引き返すたびに背後からついてくる足音だけの重さが土の振動として伝わってきた。影は霧に溶けるように姿を変え、形が一定ではない。人の肩幅より広い瞬間もあれば、四つん這いになった獣のようにも見えた。ただ一つだけ変わらないのは、必ず俺たちの真後ろで止まること。一歩下がれば、一歩分だけ間を詰める。でも決して追い越されないんだ。息継ぎをすれば同じリズムで影が揺れる。まるで呼吸まで真似されているみたいで胸の奥がざわついた。友人はもう声を出せない。俺も何を言えばいいのかわからなくなっていた。ただあの影の気配が濃くなるたび、山道の湿度が増していくように感じた。足元の落ち葉が濡れていき、踏むたびにぬめる。最初に通った時は乾いていたはずの土が、いつの間にか重く沈む泥に変わっていた。その変化に気づいた瞬間、後ろの足音が止まった。山全体がしんと固まり、霧が凍るように動かなくなる。嫌な静けさだった。耳の奥で自分の心臓だけがやたらと大きく響く。俺はゆっくり振り返る。そこにあったのは影の形のままぬめった地面に沈み込む何かだった。輪郭が地面に染みていく。黒いシミのように広がり、ゆっくりと盛り上がる。盛り上がった影は紛れもなく顔らしい位置を持った。正面を向いた形になった瞬間、霧の奥で低い音が鳴った。獣のうなり声ではない。風でもない。何かが喉の奥で石を転がすような湿った重たい音。それが山全体から響いてきたんだ。友人の足がすくんで動かない。もちろん俺も同じだった。ただ影が完全にこちらを向いたと分かった瞬間、体の芯が冷たく固まった。影が一歩だけ前へ出た。その動きに合わせて土が沈み、同時に背後の木々が左右へ揺れた。まるで巨大な何かが体をひねって森を押し分けているように見えた。逃げるべきだと頭では分かっていた。でも足は地面に縫い付けられたように動かないんだ。そのまま影は静かに二歩目を踏み出した。そして俺たちの真横に来た瞬間、霧の中ではっ
きりと角の形が浮かんだ。霧の中で浮かんだ角の形は影の輪郭なのに異様にくっきりしていた。まるで霧の方が裂けて形だけを際立たせているようだった。角は左右に張り出し太く短い。その根元の影がゆっくり脈打つように揺れていたんだ。実体はないはずなのに角の付け根だけは重さを持っているように見えた。俺と友人は声を出すことすらできず、ただその影の動きを見ていた。影は俺たちの横を通り過ぎると、こちらに顔を向けるような角度になったんだ。その瞬間、霧がざわりと逆流した。見えたのは目ではなかった。人の顔の位置にあるべき部分に黒い穴だけがぽっかりと開いていたんだ。奥まで続く闇の穴。そこに風が吸い込まれていくように周囲の霧がゆっくりと流れ込んでいく。俺は理解した。あれは目ではなく吸い込むための穴だ。影の穴が霧を飲み込むたび、周囲の色が薄くなっていく。木々の葉の緑も土の茶色も全部透けるように弱くなり、代わりに影だけが濃く深まっていく。まるで山の景色そのものがあの影に吸われている。友人が喉の奥で小さな声を漏らした。というか、声にならなかった。息が吸えず、口だけが震えていた。影は完全に俺たちの前へ回り込み、参道を塞ぐ位置で止まった。その場に立つだけで世界の輪郭が歪む。音が消え、空気の密度が変わり、自分の心臓の音すら外側から聞こえるような錯覚が生まれてきた。影の穴がゆっくり俺の胸の高さまで動いた。俺は座れる、そう直感した。逃げたくても足は深い泥に沈んでいる。思い返すと影が近づくにつれて地面が柔らかく溶けていった。逃がさないために山が形を変えているようだった。影がさらに近づく。穴の奥は底が見えない暗さで、覗き込んだら最後。そのまま吸われて消える未来が頭ではなく体で理解できた。俺は必死に息を絞り出して友人の腕を掴んだ。その瞬間、影の角がわずかに動き、反応したように見えた。まるでこちらの震えを味わうように穴がひらりと揺れた。次の瞬間、山がうなり、霧が暴れ、影がゆっくりと襲う姿勢へ変わっていった。影が襲う姿勢に変わった瞬間、霧が裂けるような音が山に広がった。空気が急に薄くなり、胸の奥が押しつぶされるように苦しくなる。影はゆっくりと前へ重心を傾け、角の部分だけが不自然に浮いた。穴は胸の高さに開いたまま、こちらをじっと向いていた。座れる。そう確信した。俺は反射で後ろに下がった。泥が深く沈み、体がうまく動かない。友人も同じで、膝まで飲まれそうになりながら、必死に踏ん張っていた。その時、影の穴がぐっと開いた。霧が一気に流れ込み、葉の色が抜け、木々の輪郭が薄くなる。山が吸い込まれていく音が耳の奥を圧した。穴は俺たちに向いている。
次は景色ではなく、俺たちそのものを吸う番だ。その足音だけが、まるで巨大な岩が落ちたような重さで地面を震わせる。実体が見えないのに、重さだけが世界を押しつぶしていた。俺は息が止まり、体が固まった。その時だった。山の斜面が突然崩れたんだ。乾いた音とともに大量の土が滑り落ち、影と俺たちの間に入り込むように流れてきた。泥と石が影にぶつかり、霧が散る。その瞬間だけ足を引き抜けた。俺は友人の腕を乱暴に引き、泥の抵抗を無視して斜面から転げ落ちるように逃げた。枝が顔に当たり、岩に肩を打ちつけ、それでも止まらなかった。背後で影の重さが地面を踏む音がした。近い。追われている。だがある地点を越えた瞬間、足音がピタリと止んだんだ。霧が薄くなり、空気が軽くなる。鳥の声すら戻ってきた。振り返ると霧の壁の向こうで角の影だけが揺れていた。こちらへと出ようとはしていなかった。まるで境界線を越えられないようなはっきりとした線がそこにあった。影は境界から半歩だけ前へ出て、そこで止まった。そしてゆっくりと穴だけがこちらを向いて霧の中へ沈むように消えた。山は何事もなかったかのように静かになった。俺たちは無言で麓まで降りた。誰も振り返らなかった。帰り道、地元の老人に会ったとき、霧の奥に入ったか、とだけ言われた。老人は続けた。あそこには踏み入ってはいけない影がいるんだ。昔からあの山は影だけの鬼が通る道。そう言われているんだ。その夜宿で靴を脱いだとき、靴の底に泥とは違う黒い跡がついていた。踏まれたような形をしているのに、そこだけ影が濃い。俺はゾッとして靴を外に置いた。そして翌朝見たとき、靴が一つ影みたいに平らに潰れていたんだ。まるで夜の間に誰かが踏みしめたみたいに。今思い返せば、あの日は最初から空気が妙だった。遊び半分で立ち寄っただけの森の休憩広場のはずなのに、足を踏み入れた瞬間から山の匂いがどこか金属っぽく重かった。友人と二人で夏のドライブの途中だった。道の駅で、この先に古い祠がある。覗くなよ。なんて張り紙があって、興味本位で寄り道をしたのが間違いだった。森は明るいはずなのに、妙に時間の感覚が狂うような静けさがあった。風は吹いているのに葉の揺れる音がしない。遠くの鳥の声も薄い幕越しに聞こえるような弱さだった。しばらく歩くと唐突に赤い格子が見えた。古い祠が木々の間に埋もれるように立っていたんだ。格子は赤いと言っても塗装の色ではなかった。もっと深い乾いた血のような赤。木目が浮き上がり、触れたら指先がじんと熱を持ちそうな、そんな色だった。
近づくと足元の土が妙に柔らかく沈んだ。色が濃い。湿っているのとも違う。まるで誰かがそこで長く立ち尽くしていた跡みたいに、土だけが暗い色をしていた。俺は祠の前で立ち止まり、覗くなよって意味わかるよな、と友人に言った。友人は苦笑いして、中になんてなんもないやろ、と軽く言ったが、その声は思っていた以上に小さかった。祠の前には鈴のようなものがかけられていた。風が吹いたのに全くならない。紐だけが揺れて鈴はじっと動かない。その不自然さに背中がじわりと汗ばんだ瞬間、視線のようなものが背後から押し寄せた。振り返っても何もいない。ただ森が俺たちの音を吸い込むように静まり返っていた。そこで友人が小さく声を上げた。祠の格子の向こう側に何かがいた。真っ暗なはずの奥にわずかに赤い点のようなものが2つ並んでいたんだ。光ではない。生き物の目の反射のようでもない。ただそこに存在しているだけの赤い点。祠の前の空気が急に重くなった。俺はとっさに友人の腕を掴んだ。友人の指先が震えていた。覗いてはいけないものをもう見てしまった。その赤い点がゆっくりと格子の隙間に近づいてきた。赤い点が格子の隙間へ近づくほど、周囲の空気が重く沈んでいくのが分かった。首の後ろに冷たい何かが触れたような感覚がして、思わず肩をすくめた。友人はもう格子から目を離せていなかった。視線が吸い寄せられているというより、見続けさせられているような硬直した顔だった。俺は慌てて腕を引っ張ったが、全く反応しない。祠の奥でわずかに揺れる赤い点は目ではなかった。もっと硬質で、もっと冷たい。見た瞬間、それがこちらを識別しているという感覚だけが伝わってきた。格子の向こうにあるはずなのに、距離感がまるで合わない。奥が見えるのに、同時に目の前に迫ってきているようにも見えた。森の空気が急にひやりと冷えた。頭の芯が締め付けられるような静けさだった。その時祠の鈴が音もなく揺れた。風は吹いていない。紐も揺れていない。鈴だけがわずかに震えていた。その震えに呼応するように、格子の向こうの赤い点がふっと消え、次の瞬間、格子の別の場所にまた点が現れた。まるで中を這い回るように位置を変えていく。決して奥に引っ込んだままではいない。こちら側を追っている。そして友人がやっと声を漏らした。動いてる。息と震えが混じったようなかすれた声。その直後だった。祠の底からコツッコツッと爪で木を叩くような音が響いてきた。一定ではない。外に出たい何かが内側を探るように叩く音だった。律動ではなく意味を持った合図のようだった。喉の奥が固まり、声が出なかった。森の空気が動きを失い、
どこからか湿った呼吸の感触だけが伝わってきた。そして赤い点が格子の中央に揃った。完全に正面、完全にこちらを向いている。その瞬間、格子の隙間から細長い黒い指の影のようなものがスッと外へ伸びた。実体なのか影なのかわからないほど薄いのに、確かに外へ出ようとしていた。友人がやっと腕を振り払った。だが振り払った拍子に手の甲をその黒い影がかすめたんだ。指先が触れたわけではない。影が触れただけなのに、友人の肌に赤い線が浮かんだ。祠の鈴が小さく一つだけ鳴った。祠の鈴が一つ鳴った直後、森の空気がぐっと沈んだ。まるで俺たちの周りだけ空気の流れが止まり、祠だけが静かに息をしているような、そんな感覚だった。友人の手の甲には影でなぞられただけのはずなのに、赤い線が浮かび、それがじわりと指先へ向けて細く伸びていく。血ではない、筋のような赤い色が皮膚の下で動いている。俺は急いで友人の腕を掴んだ。しかし指を触れた瞬間、皮膚の汗が異様に冷たかった。冷たいというより、森の温度と混ざっていない感じがした。祠の格子の向こうで赤い点がまた揺れる。今度は低い位置に。次の瞬間には格子の上に。移動しているというより、位置そのものが置き換わるように飛ぶ。友人が震える声でこう言った。手が動かない。見ると影に触れた側の手首がわずかに硬直している。指が自分の意志と違う角度に固まっていくように、皮膚の下で赤い線が脈を打っていた。俺は焦った。こんな場所に長居したらまずい。戻るぞと言おうとしたその時、祠の奥から息を吸い込むような息の音が聞こえた。動物の呼吸とは違う。人間の鼻息とも違う。狭い空間の中で何かが体を起こし、外の空気を確かめるように吸い込む音。続いて格子の隙間から黒い線が外に伸びた。線は空気に溶けるように薄く、しかし確かに長く、俺たちの足元へ向けて垂れ下がった。影なのに地面に落ちた瞬間だけ重さがあった。土がわずかにへこんだのを見て背中が凍った。祠の中の赤い点がゆっくり俺たちの足元に向いた。格子越しの視線だが距離が狂っていて、まるで太ももの裏で覗かれているような感覚に襲われた。森全体が静まり返っていた。友人の呼吸が速くなり、胸が上下している。だが足が動かない。祠の前の土だけ妙に柔らかく沈んでいて、足首を飲み込むようにしつこく絡みついてくる。その時だった。祠の格子の中央で赤い点が一つだけ瞬いた。まるで返事のように。すると友人の足元の土が生き物みたいにぐにゃりと動いた。そしてゆっくりと祠の方へと引き寄せ始めた。足元の土が祠の方へゆっくり吸い寄せられていく。生き物みたいにうねり、友人の足を飲み込むようにまとわりついていた。抜けない。
友人が悲鳴に近い声を漏らした。足を引き抜こうと必死に踏ん張っても、土が吸盤のように離れない。手を伸ばして助けようとした俺の足元も、同じようにじわりと沈み始めた。祠の奥で赤い点が再び瞬いた。それに呼応するかのように土の動きが速くなる。まるで祠が連れてこいと命じているような、そんな動きだった。俺は友人の肩をつかみ、体ごと引っ張った。だがその瞬間、祠の格子の隙間から黒い影の指が再び伸びてきた。前よりもはっきりと形を持っていた。細長いのに関節だけが異様に膨らみ、動くたびに空気が波打つ。影の指が地面に触れた瞬間、土がその方向へ吸い寄せられるように動いた。祠の鈴が一人でにチリッと震えた。そのかすかな音に合わせて森の影がすべて祠へ向かって流れ始めた。木々の影、俺たちの影、草の影。光に背を向けているはずの影が逆らうように祠の格子へと吸い込まれていく。影だけが重力を無視して動いていたんだ。足元の拘束がさらに強まる。膝まで沈みそうな勢いで友人はうめき声を上げた。やばい、このままじゃ引きずられる。俺は必死で周囲を見回す。祠の前の空間だけ空気が濃く固まり、森の縁からこちらへ踏み入る境界のようなものが見えてきた。その境界の外側だけは影が正常だった。葉も揺れ、風の気配もあった。俺は友人の両腕を抱え、全身で引っ張った。その瞬間、祠の奥からカタンと木の蓋が動くような音がした。赤い点がふっと消え、全く別の位置で3つ揃って現れた。2つではない、3つ。それは目ではなかった。もっと低い位置に揃っていて、まるで顔とは違う場所についている光のようだった。祠の奥が深く、息を吸い込むように暗くなる。次の瞬間、影の指が2本増え、土に深く突き刺さるように沈んだ。引きずられる速度が一気に速くなった。友人の体が前へ倒れ込み、上半身まで祠の方へ向けて倒れかける。俺は叫んだ。声になっていたかわからない。ただ必死で友人を抱え、後ろへ引き離した。その一瞬だけ、教会の向こうから吹き込んだかすかな風が俺たちの影を揺らした。揺れた影が祠の引力から外れた。影が戻った瞬間、足元の土が急に弱まり、俺たちは後ろへ倒れ込んだ。祠の格子の向こうで赤い点がしばらく揺れ、ゆっくりと沈むように消えていった。だが終わったわけではなかった。祠の鈴がチリンと最後に一つだけ鳴った。まるで場所だけは覚えたとでも言うように。祠の鈴が最後に鳴った音が森の奥へ吸い込まれるように消えた後、風が急に戻ってきた。さっきまで影が引きずられていた地面は何事もなかったかのように乾いていたんだ。友人は肩で息をしながら
汗ばむ手の甲を押さえていた。影に触られていた部分、赤い線はすでに薄くなっていたが、皮膚の奥に何かが残っているようなざらついた違和感が見えた。俺たちはその場に立つこともできず、地面に手をつきながら後ずさった。祠から視線を離せなかった。森全体が祠の中心に向かって引っ張られていた時間がようやく解除されたようだった。木々の影も正常に戻り、虫の声が遠くで鳴き始めた。帰ろうぜ。友人の声はかすれていた。俺はうなずき、祠に背を向けた。背中を向けた瞬間だけ空気がかすかに重くなる。まるで祠の奥から視線が飛んできて、背中の位置を確かめているような、そんな感覚だった。森を抜けるまで何度も振り返りたい衝動に襲われた。だがあの格子の奥にある赤い点をもう一度見る勇気は俺にはなかった。やっと車まで戻った時、友人が急に膝をついた。手がまた赤くなってる。見ると薄くなっていたはずの赤い線が今度は指の形に沿って浮かび上がっていたんだ。まるで祠の奥のものがここだと印をつけたみたいだった。エンジンをかけて走り出すと、森の入り口にある古い看板がちらっと目に入った。祠の中を覗くな。その下に薄れて小さな読めない文字が残っていた。夜になって宿に着いた頃、友人が不意に黙り込み、手のひらを見つめた。だがそこにはもう線はなかった。完全に消えていたんだ。ただ消えたはずなのに、手の甲がずっと冷たいままだった。それが気になった。寝る前俺が洗面所で顔を洗っていると、鏡の端に何かが映った。友人の手が鏡越しだけで赤い線を浮かべていたんだ。現実では何もない。鏡の中だけ赤い指の跡が鮮明だったんだ。友人の声が背後から聞こえた。おい、これ見えるか？ゆっくりと祠で見た赤い点の形へと近づいていった。その時宿の外から一つだけ鈴の音がした。あの祠の鈴と全く同じ音だった。俺たちはもうあの森から離れているはずなのに、どこかで場所を覚えられたような寒さが背骨にまとわりついた。